どうも、おいりです。今回いただいた質問が、包丁研ぎをしてみようと思っています。初心者でも一般家庭でも手軽に始められるようなおすすめの砥石はありますかっていうことなんですけど、今回紹介する砥石ですね、その初心者におすすめの砥石っていうのが今実際ここにあるんですけど、僕、その初心者用の砥石っていうのを持ってなかったんですね。なんですけど、実際この質問を受けて自分でちょっと調べてみて、これ絶対いいじゃんっていうのを見つけたんですよ。それが今ここに届いたので、今日はこの砥石のレビュー動画でもあるんですけど、初心者にとってどういった砥石が適しているのか、で、実際にもう今日研ぎます。なので、研ぐ準備にはどういったものが必要なのか、で、研ぐ時のコツだったりとか、で、よくある質問ですね。例えば、研いだ後、すぐ食材切っていいのとか、鉄の匂い移らないとか、いつまで研げばいいのとか、その研いだ後、包丁の保管方法だったりとか、そういった結構よくある質問もあるんですよ。だから、後半にその質問もお答えしていこうと思うので、ぜひ最後までご覧ください。なので、今回の動画を見ることによって、その砥石を使って自分の包丁を研いでみようかなって思ってる人に関しては、もう本当に1から10までもう全部わかります。もう研ぎ始めから研ぎ終わりまで。で、砥石を持ってるんだけど、なかなかうまく研ぐことができませんだったりとか、なんか満足のいくような切れ味になりませんって人に関しても、今回の動画を見ることによってどこを改善すれば切れ味、ちゃんとした切れ味がつくかっていうのがわかると思うので、ぜひ最後までご覧いただけたらと思います。はい、ということで早速結論ですね。結論も含めてこれ実際開封しながらどんな砥石が初心者にとって適しているのかっていうのを紹介していこうと思います。はい、ということで早速開封しながら一個一個なぜそれが初心者に適してるのかですねってことを一個一個説明しながら紹介していきます。実際こんな感じで入ってるんですけど、見えますかね。ちょっと全部開封しちゃいますね、とりあえず。はい、ということで一個一個紹介していきます。まず一番大事なのは砥石ですよね。砥石がどんな砥石かっていうと、僕がその選びたかったのが両面砥石と言われるものです。両面砥石っていうのは表と裏で違う番手の砥石があるものです。その番手っていうのは粗いものから細かいものがまであって、その粗ければ粗いほどやっぱりその研ぐスピードは速いんですけど、切れ味っていうのはそんなに良くならないんですね。だからちょっと細かい番手っていうのも絶対に必要で、僕はその両面砥石っていうのを探してたんですよ。で、その番手っていうのがここに数字が書いてあるんですけど、この1000、6000っていうのはその番手を表す数字なんですけど、一応この1000っていうのが中砥石っていう砥石に分類される砥石です。で、6000っていうのは仕上げ砥石っていう砥石に分類されて、一応大きく分けて粗砥石、中砥石、仕上げ砥石っていうのがあるんですね。で、簡単にざっくり説明すると、粗砥石っていうのは削るスピードがとにかく速いです。でも、いい刃っていうのはつかないです。で、中砥石っていうのが一番大事なもので、中砥石っていうのは刃をつけるための砥石です。だから1000番っていうのはとにかく大事なんですね。この中砥石っていう存在は。で、仕上げ砥石っていうのはさらに細かい番手で、実際ほんと触るとわかるんですけど、全然粗さが違うんですよ。そのくらい違って、仕上げ砥石っていうのはかなり細かい番手なので、それだけよりシャープな切れ味になるんですね。すごい滑らかな切れ味になるんですよ。これっていうのが大事であって、よくある砥石っていうのがこの中砥石だけ、1000番だけっていう砥石が多いんですね。理由っていうのは1000番だけでも十分な刃はつくんですよ。一応全然切れるんですね。ただ僕はその1000番で満足してほしくないんですよ。っていうのは6000番の切れ味っていうのを皆さんに知ってほしいんですね。本当に違うんですよ。本当に料理が変わるんですね。味が全然変わります。だから僕が紹介したい砥石っていうのは1000番だけじゃなくて6000番もある砥石で、よくその1000番だけの一つの砥石、6000番だけの一つの砥石ってあるんですけど、ちょっと家庭で持つにあたってはちょっと邪魔というか、そんなにたくさん研がないじゃないですか。だからもう一つの砥石にまとめられてるやつ、こういった両面砥石っていうのはやっぱり一般家庭だったら絶対にすごくこういったものの方がいいと思うんですよ。だから僕はこれを選びました。で、こういった砥石意外と調べるとあるんですね。両面砥石って実際ホームセンターとかでもたまにあったりします。だから全然手に入るものなんですけど、その中でもなぜ僕はこれを選んだのかですね、それについて詳しく説明すると、この付属品が優秀だからです。優秀だし、
ちょっとおしゃれも兼ね備えてるし、値段もかなり手頃です。先値段言うと、これもう3000円しないです。Amazon でだいたい2900円ぐらいなんですけど、すごく手に入りやすい価格帯だと思います。で、大事なのが、もちろんこの両面投資1個だけだったら1000円とか2000円以下で売ってるものもあるんですけど、僕が伝えたいのは、大事なのは、絶対に必要なものっていうのがあるんですよ。絶対にこういったものっていうのは必要なんですね。だから初心者用で販売されてる砥石の中でも、コスト面も考えて、見た目とかも考えて、ちゃんと内容も考えて、僕はこれを選びました。で、続けて、まずこれは何かっていうと、これに関しては面直しといって砥石の砥石です。っていうのは、砥石ってずっと研いでると絶対にへこんでくるんですね。絶対に均一に減っていかないんですよ。だからいずれ何もせずに放っておいたらどうなるかっていうと、すごくへこんだ砥石になって、へこんだ砥石で包丁を研いじゃうと包丁も変な形になっちゃうんですね。だからこの面直しっていうのは絶対に必要で、この面直しがあることで砥石っていうのを最後まで綺麗に使うことができます。だからこの面直しっていうのはもう砥石ともうニコイチだと思ってください。必ず必要なものです。で、次に砥石台ですね。これ砥石台、僕この砥石台特に気に入ってこれ選んだんですけど、この砥石台ですね。この砥石台めっちゃかっこよくないですか？材質は竹なんですけど、すごく見た目がいいなと思ってこれ選んだんですけど、この砥石台っていうのは何で必要かっていうと、砥石って高さが必要なんですね。必要っていうよりも高さが低いと研ぎづらいんですよ。かなり研ぎづらいんですよ。だから高さを上げるための砥石っていうのが必要です。で、使い方はもうシンプルで、このままこういう感じで使うんですね。だからこの砥石台っていうのはやりやすく研ぎやすくするために必要なものです。で、下の面積も大きくなるので、やっぱり研いでる途中に滑りにくくなるんですよ。だからそういったメリットもあります。で、次に気になった方いるかもしれないんですけど、これですね、これっていうのがその包丁の背中にはめるそのホルダーみたいなやつで、使い方としては実際にやるとこういう感じで使うんですよ。これって何用かっていうと、包丁って角度がすごく大事なんですね。研ぐ時ってこの角度をどうするかが大事なんですよ。で、砥石包丁研ぎの一番の難しいところって、この角度が決まらないから難しいんですよ、初心者の方っていうのは。だから研ぎに慣れてない人っていうのは、研いでる途中にすごくブレちゃったりとか、実際にその角度がわからないからすごい鈍角につけちゃったりとか、すごく薄くつけすぎてすごいかけやすい刃になっちゃったりとか、そういったことが初心者だったらかなりあるあるなんですね。でもこの研ぎホルダー、これがあることによってもう角度を決めてくれるんですよ。もうそのまま砥石にこういう感じで当てれば、もうこれで固定されるので、このまま前後させれば基本的にいい刃っていうのはつくようになるんですね。だからこれっていうのは初心者にとってはかなり便利なもので、ただ僕が言いたいのは、これはいつか卒業してほしいんですよ。これ最初だけ角度がこんなもんなんだなっていうことを理解するために必要なもので、これっていうのはいずれ取ってほしいんですね。取ることによって自分の作業に合った自分の好みの角度を見つけて、で実際に食材を切ったりとか、そういった料理をしてほしいんですね。それもそうだし、これってこういった三徳包丁とかそういった包丁にしか使えないんですね。理由っていうのは、出刃包丁とか魚さばくための包丁とかペティナイフとかだと逆に鈍角になりすぎちゃったりとか、そういったことが起こるので、この研ぎホルダーっていうのはこういった形状、こういった大きさの包丁でしか使うことができないので、違う包丁を自分で研げるようになるためにも、この研ぎホルダーっていうのはいずれ卒業してほしいです。でも研ぎを始めたばかりで角度とかもわからない人に関しては、こういった研ぎホルダーっていうのはすごく嬉しいものです。はい、なので実際に今日はこれを使いながらの研ぎとか、これをなしバージョンの研ぎでどういった工夫ができるのかっていうのも実際にやっていこうと思います。はい、では早速研いでいく前に準備するものっていうのがあるんですよ。で、これすぐ研げないんですね。だからこれの研ぐための準備っていうのもあるので、それを今からお伝えしていきます。まず準備、その必要なものですね。これ以外に何が必要なのってことに関しては、まず布巾ですね。汚れてもいい布巾を2枚です。2枚用意してください。この2枚の使い分けっていうのは、1枚は砥石の下に引く用です。
でもう1枚っていうのは包丁を拭いたりとかそういったこと、拭く用のものですね。この2枚っていうのは絶対必要です。そしてこういった水を入れる用の容器です。これはもう何でもいいです。どんなものでもいいんですけど、こういった水を入れるためのもの、おすすめのサイズっていうのはこの砥石が入るような容器をおすすめします。こういった。で、この容器の大きさっていうのは2つの意味合いがあって、1つの意味っていうのはまずその研いでる時っていうのは水分をちょっと足したりしなきゃ研げないんですね。やっぱりどんどん水分がそのカサカサになって研ぎづらくなるんですよ。だから水分補給っていうのが大事なので、その水分を足すための容器プラス砥石って吸水時間っていうのが必要なんですよ。砥石ってこのまま使えないんですね。水を含ませてある程度水気がある状態で研ぎ始めないときれいに研げないんですよ。だからその吸水時間のために砥石を水につけておく必要があるんですね。でその時砥石の大きさの容器がなければ作ることできないじゃないですか。だからこのくらいのサイズっていうのは必要です。ただ代用品として僕が実際にやってたことなんですけど、2リットル用のペットボトルあるじゃないですか。そのペットボトルの上だけ切ってでもう砥石をつけたらそのサイズ的にはそれめっちゃいいんですね。だから代用品としたらそういった2リットル用のペットボトルの上だけ切って水でつけておくっていうのをおすすめします。はい、では次、それは新聞です。これっていうのは研ぎ終わり最後の最後で使います。これはまたどういう使い方するのか説明します。そして最後1点だけ。それっていうのは必要ない人もいるんですけど、もし包丁で鋼の包丁を使ってる場合ですね、錆びやすいような鋼の包丁、ステンレスではなく鋼の包丁ですね。そういった包丁を研ぐ人にあたっては、こういったこれ僕使ってるのはセスキ炭酸ソーダっていうものなんですけど、要は重曹でいいんですけどね。これがなんで必要かっていうと、これっていうのは水をアルカリ性に変えたいんですね。っていうのはその研いでる時の水分補給の水をアルカリ性にすることによって研いでる最中に錆びにくくなるんですよ。だからもし鋼の包丁を研ぐって人に関しては水をアルカリ性に変えるってことをお勧めします。ちなみにこれじゃなくても重曹でもいいです。とにかく水をちょっとでもアルカリ性に変えれば全然錆びにくくなるので、そういった工夫も必要になってきます。では包丁研ぎにおいて必要なものっていうのはもうこれで全部です。では早速さっき言ったようにこの砥石を水分補給させないといけないんですよ。吸水させないといけないので実際にこの容器に水を溜めて吸水させていきます。実際にどのくらい吸水させたらいいのかっていうとだいたい5分から10分なんですけど、それは目安であって吸水の終わりっていうのはどういう見分け方かっていうと、砥石を水から上げた時にある程度水たまりが溜まってたら OK です。もう出した時にさーって乾くようだったら絶対それってまだ足りてないので、ある程度水たまりが溜まるような状態までは吸水させるようにしててください。でそれがだいたい5分から10分ぐらいでだいたい吸水が終わるので、それまでちょっと待ちます。はい、それでは10分経ったので実際やっていこうと思うんですけど、まずこの砥石の下に引くものですね。砥石の下にさっき言ったこの付近の2枚のうちの1枚を引くんですけど、その1枚をまず型絞りにします。1回。ではこんな感じで型絞りにした後にこの自分が研ぐところの下に引いていくんですけど、この引く時にすごくポイントがあって、そのポイントっていうのはこの手前だけ折ってほしいんですよ。こういう感じで。どういうことかっていうと、手前だけちょっと高くしてほしいんですね。その理由っていうのは砥石をちょっと斜めにこうやって置きたいんですよ。こうすることによってかなり研ぎやすくなるんですね。で、人によってはもっと高くする人もいます。だから自分の好みの高さ、自分に合った高さっていうのを見つけてみてください。で、実際にこうやって手前だけ付近を折って高くして、で、その後砥石を上に置きます。まずこの砥石台ですね。で、砥石をセットするんですけど、まずもちろん1000番からですね。1000番からスタートします。なのでこういう感じで置いて、でこの状態です。そしてその後にその水ですね、水分をかけるために必要な水っていうのが近くに絶対必要なので、そのための水を近くに置いておきます。自分がかけやすいような場所に。そしてさっき言ったそのもし鋼の包丁の場合であったら、この水にちょっと重曹とかこういったセスキ炭酸ソーダっていうのをちょっとだけ足してください。本当にちょっとでいいです。もう本当にもうちょっとこれだけで
この水をアルカリ性にすることによって研いでる途中でも錆びにくくなるので、もし鋼の包丁を使っている方に関してはこれをおすすめします。はい、はい、ではもう研げる準備できたので実際に早速研いでいこうと思うんですけど、実際今日研ぐのは一番家庭用で使われている三徳包丁です。三徳包丁ってどんな包丁かっていうと、これちょっと色は黒いんですけど、こういった形状の包丁ですね。一番家庭で使われている包丁なんですけど、こういった三徳包丁とか文化包丁とか、そういった万能包丁って言われるもの、こういったものを今から研いでいきます。家庭で使うにあたっては、ペティナイフとかこういったちょっと短い包丁ですねとか、牛刀とかこれよりちょっとだけ長い包丁っていうのがあるんですけど、そういったのに関しても今回紹介する研ぎ方っていうのは一緒なので、是非そういった包丁を持っている方は活用してみてください。では早速研いでいきます。まず研ぐ時の姿勢とか持ち方についてまずお伝えします。姿勢っていうのはちょっと肩幅に開くんですよ。足をちょっと楽な姿勢になるんですね。でちょっとだけ前のめりになります。でその後持ち方なんですけど、包丁を持つ時っていうのはこんな感じなんですね。こういう感じで持つんですけど、親指はこの包丁のこの刃元、顎と言われる部分ですね、ここに親指を置きます。で人差し指はこの包丁の背中、峰と言われる部分に置きます。で残りの3本で包丁をちょっと軽く握り込むような感じですね。だから実際にこんな感じですね。こういう感じでまず持ちます。そして置き方、置くこの角度とかなんですけど、この角度っていうのは45度です。実際どんなもんかっていうと、0度、90度、その半分45度ですね。だから斜めに置けばいいです。だからこの角度をキープしながら前後運動させるだけです。意外と簡単ですよね。本当にこの作業だけなので。ただ問題になってくるのが、この角度は簡単なんですけど、問題になってくるのがこの角度なんですよ。これが一番難しいんですね。でその時に活躍してくれるのがこの研ぎホルダーです。これを入れることによってその角度っていうのがもう一定にキープされるんですね。だから初心者でもかなり研ぎやすいような研ぎができます。ではこれで早速研いでいこうと思います。まず砥石にちょっと水をかけてあげてください。水分がある程度溜まってるような状態にしてください。じゃないと研ぎづらいので。でその後さっき言ったこの角度に乗せて、あとは前後運動させるだけです。そして左手の位置っていうのは、左手っていうのはこの人差し指と中指の2本指で押さえてください。で押さえるこの指のこの位置っていうのはもう絶対に砥石の上です。これは守ってください。絶対にこの砥石から外れてこんなところで押さえて動かさないようにしてください。それはすごく危ないし、包丁が本当にこの砥石の角が入っちゃうんですよ。だから包丁にとっても怪我しないためにも、この左手の指の位置っていうのはもう絶対に砥石の上ってことは覚えておいてください。では実際に研いでいこうと思います。実際に研ぐとこういう感じなんですけど、コツですね、ポイントを言うと、この押す時に力を入れる、で引く時に力を抜く、押す時に力入れる、引く時は力抜くっていうのを繰り返すといい刃がつくようになります。刃がつきやすい刃になるんですね。でそれっていうのはこういった刃が下に向いてる時ですね。下に向いてる時っていうのは押す時に力入れる。で逆に裏面研ぐ時ですね。裏面研ぐ時っていうのはこういう感じで研ぐんですけど、この時は逆で引く時に力入れる。で押す時は優しく力抜く。引く時に力入れる。だから刃の状態を見てその力の入れる具合っていうのは変えるようにしてください。そして見てて思った方いるかもしれないんですけど、僕こうやって研いでたじゃないですか。その時にこことここ当たってないですよね。だからこことここいつ研ぐんですかってことに関しては、包丁ってよく失敗でありがちなのが、全部をこういう感じで研ごうとする人いるんですね。もう下から上まで。それって危ないし、いい刃っていうのはつかないんですよ。なかなか綺麗につくことができないんですね。だから僕がおすすめする研ぎ方っていうのは部分部分で研いでください。実際にどうやるかっていうと、もしこの部分を研ぎたかったらこの部分に左手を当てて、でこの部分だけ前後運動でこれをだんだんずらしていきます。こういう感じで実際にこんな感じで部分部分ですね。でその時のポイントもこの左手です。この左手っていうのは絶対に砥石の上なので、絶対に研ぎたい部分の上に左手を動かしながら研いでください。なので特に意識してほしいっていうのがこの左手です。砥石のこの例えばですけど、砥石こう見た時にここと
ここも一応砥石に擦れてるじゃないですか。でも研げてる場所っていうのはこの左手が乗ってる下だけだと思ってください。だからこことここは擦れてるだけで研げてないんですね。ただもう触れてるだけだから、この左手っていうのは本当にこまめに動かすようにしてください。そうすることによっていい刃が生まれます。はい、なのでこれでだいぶ研ぎ方、動かし方とか包丁の持ち方っていうのは理解できたかと思います。はい、そしてもう一個注意しなきゃいけないのが、こっち側は問題ないと思うんですよ、この動かし方で。じゃあ裏を研ぎたいってなった場合、裏を研ぐ時ってこうやってひっくり返して、さっきみたいに下に引く時に力入れる、押す時に力抜くっていうのをこうやって繰り返しながら部分的にやっていくんですけど、問題になってくるのが裏を研ぐ時のこの刃元の部分ですね。こっからこの部分、こっからここってやってみると分かるんですけど、この角度で研げないんですよ。どういうことかっていうと、この柄がこの砥石に邪魔してこれ以上こっちに行けないんですね。だからこの角度で研げないから、どうすればいいかっていうと、これを真横にしないといけなくなるんですね。だから実際に研ぐとこんな感じになります。だから裏面っていうのは実際にこうやって真横にして研いでください。ただできる人ですね、僕のおすすめなんですけど、もしこれができるのであればこれをやっていただきたくて、裏は左に持ち替えていただきたいんですよ。そうすることによって裏も同じような研ぎができるじゃないですか、右と。だから慣れるまでは難しいんですけど、もし可能であれば裏面も左手で持ち替えてやるようにすると、同じようないい刃っていうのはつきやすくなります。そして次にさっき言った通り、いずれこの研ぎホルダーっていうのは卒業してほしいんですね。だから最初のうちはこのホルダーをつけて、角度はこんなものでこんな切れ味がつくのかってことは理解するのは必要なんですけど、いずれは取って自分の研ぎっていうのを見つけてほしいんですよ。だから実際にどういうふうに変えていけばいいかっていうと、今のこの角度よりももっと薄くしたら、もっと鋭角にしたらもっと鋭い刃がつくんですね。鋭い刃っていうのは食材にスッと入っていくような切れ味です。でじゃあもっとそのさっきのホルダーよりも鈍角にしたらどうなるかっていうと、もっと刃が強い刃になるんですね。頑丈な刃になるんですよ。っていうのはどういう違いがあるかっていうと、薄ければ薄いほど、だから寝かせば寝かすほど薄くなるじゃないですか。そうすることによってシャープな切れ味、より切れ味を求めたいのであればそっちの方がおすすめです。その代わりかけやすくなっちゃうんですね。切れ味の持続性だったりとか切れ味のその脆さっていうのはどうしても弱くなっちゃうんですよ。でも鈍角にすればするほど刃っていうのは強くなるんですね。その代わり薄いほどそのシャープな切れ味っていうのは得られないです。だからその使い分けですね。自分の作業に合った使い分けによってその角度っていうのを自分で変えてほしいんですよ。だから鈍角にして刃をつける場合っていうのは、とにかく持続性に優れたいとか刃をかけにくくさせたいですね。そういった場合、そういった作業、例えば何か種があるものだったりとか、ちょっと粗い作業、ちょっと叩いたりとか、そういった作業をする人にあたっては刃は鈍角の方がいいです。でもよりシャープな切れ味ですね。食材を薄く切ったりとか、より繊細な仕事をしたいのであれば、いや絶対刃っていうのは薄く仕上げないとそういった仕事っていうのはやりにくくなってしまうので、自分がどういった作業を良くするのかってことを理解して自分の研ぎっていうのを見つけてほしいんですね。だからおすすめとしては、僕は包丁を2本持つことをおすすめしてて、似たような包丁だとしても2本持つことによって使い分けることができるじゃないですか。よりシャープな切れ味を求める方とかけにくくさせるための持続性に優れた包丁で使い分けることができるので、僕は2本持つことをおすすめします。はい。ということで話を戻すと、この後ですね、この後問題になってくるのが、じゃあいつまで研げばいいんですかとか、研ぎ終わりの目安だったりとか、研いだ後すぐ切っていいのかとか、その後保管ですね、保管方法だったりとかを説明していきます。で、今この砥石ですね、この1000番を今研いでたじゃないですか。じゃあこの仕上げ砥石の6000番っていうのはどのタイミングで変えればいいのっていうのに関しては、その研ぎ終わりの目安っていうのが理解できたら分かってくるので、それについて今からお話ししていきます。それではよくある質問に対してお答えさせていただくと、まず気になるのがいつまで研げばいいのか。それに関しては返りが出るまでです。返りって皆さん聞いたことありますかね。返りってよくバリとか返しとかとも表現されるんですけど、その返りっていうのは包丁をこのまま研ぎ続けたら、だんだん刃が薄くなっていくじゃないですか、この先端って。でその先端がちょっと返ってくるんですよ、こっち側に、このまま研いでたら。でその引っかかりですね、その引っかかりのことを返りとか返しとかバリとかって言ったりするんですけど、それが出るまでです。
逆に言うとそれが出ないと新たな歯っていうのはついてないってことなんですね。だからその帰りが出るまで研ぎ続けろってことはそういうことです。でそれも部分的に出るんじゃなくて、ちゃんとこの部分もこの部分もこの部分も下から上まで全体的に帰りが出て初めて研ぎ終わりです。それ以上は逆に研がなくていいんですよ。それ以上研いじゃうと減らすだけなので、それ以上は研がないようにしてください。帰りが出るまで研げば OK です。でこの帰りの見方っていうのが、もうそのまま歯の外側にこういう感じで指をこうやってなすらせるんですね。そうすればある時とない時っていうのを比べたらもう絶対すぐ誰でも分かります。そのくらい帰りってなんか引っかかりっていうのがあるので、もうこうやって触るだけですね。絶対に間違ってもこっち側にしないでくださいね。絶対に外側にするようにしてください。はい。なのでこの帰りが出るまでっていうのが研ぎ終わりの目安です。そしてこの仕上げ砥石ですね。こっち側の6000番はどのタイミングで変えればいいのってことに関しては、今言った1000番で研ぎ続けて帰りが出るじゃないですか。でその後6000番にしてほしいんですよ。一回ちゃんと研ぎ終わってから6000番に変えてほしいんですね。でまた研ぎ続けるんですけど、1個注意点があって、そのまま6000番にした後研ぎ続けちゃうと、帰りが6000番の帰りが出ても分かりづらいじゃないですか。1000番の帰りがついたままなので。だから一回その帰りを取ってほしいんですよ。その取り方っていうのが、1000番で研いでて帰りが出ました。でその後6000番に変えて、で今こう帰りがついてるじゃないですか。でその後一回6000番で研ぐ前に帰りを取ってほしいんですね。でその取り方っていうのが実際にやるとこういう感じで研ぐんですけど、実際にホルダーはめてる状態だったら本当にそのままこのまま引いてほしいんですよ。こういう感じで。で一回必ずまた指で確認してください。でその時に帰りがその引っかかりがなくなってたら帰りが取れてます。それで OK です。でこの帰りを取る時の注意点っていうのが、できるだけ力を抜いてください。肩の力も全部の力抜いて、もう優しくもうなするだけですね。こういう感じで。で全体的に確認して、帰りが出てなかったら、帰りがなくなってたらそれで OK です。でその後もう一回1000番で研いでたように6000番でも同じように研ぎます。こうすることによって、この順序を踏むことによって、まず1000番の刃をつけて、でその後6000番の刃をつけることによって、より滑らかな切れ味のいい包丁っていうのが生まれます。はい。で、最後まで説明すると、6000番でこの後研ぎました。で、6000番の帰りが出るまで研ぎますよね。さらに、この後。で、6000番の帰りが出たら、また、その裏ですね。裏も力を抜いて、優しくこういう感じで研ぎます。で、帰りが完全に取れたら、それで研ぎ終わりです。もうそれで完了です。はい。で、ちょっと補足で言うと、今、こっちで研いでこう帰りが出たから、こう裏向けて帰りを取るって言ったじゃないですか。でも裏も研ぎますよね。裏を研いだ場合こっちに帰り出るんですよ。だからこっちに帰り出た場合は表に向けてこういう感じで優しく帰りを取ってあげてください。だからどっちから研ぐ、これちなみに別に表からでも裏からでもどっちでもいいんですよ。どっちでもいいんですけど、どっちから研ぐかによってこの帰りの取る方向っていうのは変わるので、これは気をつけてください。はい。ではもうここまでで完璧ですね。で、この後ですよね。仕上げ砥石で研いで仕上げ砥石の帰りも取れました。で、その後どうするか。なんですけど、ここで出てくるのが、この新聞です。今からこの新聞を使って最後仕上げていくんですけど、どういう使い方するかっていうと、その前に砥石じゃない、包丁ですね。包丁を一回洗います。洗って、泥をちゃんと拭き取って、でちゃんと乾いた布巾で拭きます。では実際に洗っていくんですけど、洗う時のその注意点として、この砥石で研いだ時っていうのは泥がついてるじゃないですか。だからもう手洗いでいいです。わざわざスポンジとか洗剤つけてとかってやる必要なので、まず手洗いでちゃんと泥を拭います。でその時も絶対指気をつけてくださいね。本当に切れるので、本当にこの洗う時っていうのはすごく注意するようにしてください。でちゃんとこの顎と言われるこの部分ですね、この部分も泥が溜まりやすいので、この部分もしっかり手で取ってあげる。でこんな感じで泥が取れました。でこれを乾いた布巾でちゃんと拭き取ります。拭き取る時も絶対刃の外側
で綺麗に拭くようにしてください。でここでちゃんと本当に水分が一滴もないようにですね、まだついてるようだったらティッシュとかでちゃんと細かく取ってあげてください。はい、では実際に新聞を使ってどういう風な仕上げをするかなんですけど、実際にこういった新聞ですね、新聞をちょっと丸めてほしいんですよ。ちょっとこんな感じで。でその後包丁をこういう感じで置くんですね、新聞の上に。そして実際にどうするかっていうと、こういうことをするんですね。この理由っていうのは最後の最終帰り取りです。砥石で帰りを取るってさっき言ったじゃないですか。その砥石での帰り取りっていうのは大きな帰りを取るための作業なんですね。帰りって2種類あるんですよ。その大きな帰りと小さな帰りっていう僕表現の仕方してるんですけど、大きな帰りっていうのは砥石で取るんですね。でその小さな帰りっていうのはこういった新聞とかなんかジーンズとかでもやったりするんですけど、そういったものじゃないと研げないじゃない、帰りを取れないんですね。だから砥石だけの帰り取りっていうのは最後の帰りっていうのは取れてないんですね。だって砥石で帰り取るって言葉って砥石って帰りを出すためのものじゃないですか。だから砥石で帰りを取るって言葉自体がちょっと矛盾してるんですよ。だから砥石で大きな帰りは取れるんですけど小さな帰りっていうのは取れなくて、でその小さな帰りっていうのは指では感じれないんですね。その小さな帰りっていうのはもう刃に対してまっすぐついてるので指で感じることができないんですね。でもこの帰りを取らないと、この小さな帰りっていうのを取らないと本来の切れ味っていうのは出せないんですよ。だからその小さな帰り取りのためにこういった作業が必要になってきます。でそのやり方としては新聞をこうやって丸めて包丁を直角に当てて左右にこうやって軽くもうめっちゃ力抜いて、肩の力抜いて力も本当に入れずにただ本当にもう持つだけですね。で新聞に軽く当てて左右にこうやって大きく揺らしながら動かしていきます。そしてここでチェックしてほしいのが、こうやって新聞に当ててるじゃないですか、優しく。でその時にちょっとこうやって前後させてみてください。その時にこうやって止まれば OK です。なんかこういう感じで止まれば、これを全体的に止まるかなってこうやってチェックしてほしいんですけど、どういうことかっていうと、まだ帰りが残ってたりとか包丁の刃がそもそもついてなかったらめっちゃもう滑りまくるんですね。全然止まらないんですよ。だからこの最後の刃のチェックですね、これっていうのはするようにしてください。でちなみにもしかしたらご存知の方いるかもしれないんですけど、包丁の切れ味を確認する上でたまに爪チェックといって爪にこうやって当てて切れ味がついてるかどうかっていうのを判断する人がいるんですね。でこの爪チェックっていうのは絶対にやめてください。爪チェックでは切れ味っていうのはわからないので。その理由っていうのは仕上げ砥石で研げば研ぐほど爪には乗っかかりにくくなります。その爪に乗っかる、爪に当てて滑らないっていうのは確かにイコール切れる状態ではあるんですけど、爪に置いて滑るからといってそれが切れないってことではないんですね。それっていうのはもしかしたら仕上げ砥石で研いだめっちゃ切れ味のいい包丁かもしれないです。逆に言うと本当にツルツルの全然全く切れない包丁のどっちかにはなってしまうので、こっちがわからないんですよ。その切れ味のいい状態かもしれないっていうのが。だからこの爪チェックではそれが判断することができないんですね。なぜかというと仕上げ砥石って細かいじゃないですか。包丁って顕微鏡で見たらわかるんですけど実際にノコギリ状になってるんですね。で砥石で例えば荒砥石とか中砥石って、要はそのノコギリの粗さが粗いんですよ。でも仕上げ砥石で研げば研ぐほどその粗さって細かくなるじゃないですか。だから切れ味がいいんですけど、その細かいから爪に乗りにくいんですよ。乗らないんですね。滑るようになっちゃうんです。だから切れ味を爪でチェックっていうのはやめるようにしてください。はい。では次の質問ですね。次の質問っていうのが研いだ後すぐ食材切ってもいいんですか、すぐ料理をしても問題ないんですかっていう質問がよくあるのでお答えさせていただきます。これ結論を言うと大丈夫です。もうすぐ調理に取り掛かって大丈夫です。これもしかしたらびっくりされる方いるかと思うんですけど、よく包丁を研いだ後すぐ食材切ると鉄の匂いが移るってことが結構広まってるんですね。それっていうのは本当に大きな間違いで、想像してほしいんですけど、例えば今僕研ぎ上がりましたよね。研ぎ終わって包丁をきれいに洗って食材を切るのと、これを例えば1時間後1日後1週間後でもいいんですけど、何か状態変わると思います？この包丁なんか鉄が収まるとかそういった現象起こると思います？
怒らないですよね。怒らないんですよ。実際僕も切ってるんですけど、鉄の感じしたことないので、全く問題ないんですよ。だから包丁研いだ後食材を切るなっていうのは僕は絶対否定します。間違ってます。そんなことないです。もし可能性があるとしたらですよ。僕は包丁を研いだからもし鉄の匂いが移ってるのであれば、なんか鉄の味がするなと思ってるのであれば、原因っていうのは3つあると思ってます。その3つっていうのが、包丁が錆びてる、拭き取り不足、そして荒砥石とか中砥石で仕上げてる。要はだから仕上げ砥石を使わず、6000番とかの仕上げ砥石を使わずに1000番とかで終わらせてるっていう状態ですね。この3つだと思ってるんですよ。1つ目2つ目に関しては当たり前だと思います。だってそもそも錆びてる包丁で研いだらその錆びの鉄臭が移るのは当たり前じゃないですか。で2つ目の拭き取り不足に関しても当たり前ですよね。で大事なのが3つ目だと思うんですよ。この3つ目っていうのは要は1000番だけで終わらせてしまったら、そのさっき言ったようにノコギリ状ですね。このノコギリ状って粗いじゃないですか。だからそのノコギリ状のその大きな粗い目に鉄粉みたいなそういった鉄の臭の原因となるようなものが残りやすいんですね。そういった仕上げ砥石で研いだものと比べると。だからその違いはあるんですよ。だからそういった意味でも仕上げ砥石は使ってほしいっていうことにつながるんですけど、要はその研いだ後のこの刃先の状態ですね。そのノコギリ状の目の粗さの間に残りかす、研ぎ汁の残りかすだったりとか残りやすいから、中砥石とか荒砥石だけで研いじゃうとその状態になるリスクっていうのは高まりますよってことです。だからもし鉄臭が気になるのであれば、大体原因はそこなんですよ。だからそれにおいては気をつけてください。でも時間に関しては本当に関係ないので、別に研いだ後すぐ切ろうが研いだ後1日経ってから切ろうが、それに関しては絶対関係ないです。そこだけは覚えておいてください。では次の質問いきます。次は砥石の水ですね。このさっき言った砥石を吸水させてたこの水に砥石をつけっぱなしでいても問題はないですかってことに関してなんですけど、これは問題あります。っていうのはちょっと砥石の種類によってものちょっと違くて、以前その砥石についての動画上げたので、これによってこの種類によってそれができるかできないかっていうのは変わるんですけど、もう砥石は水につけっぱにしないようにって覚えておく方がいいと思います。どういうふうにすればいいかというと、もう砥石を使い終わったら砥石もきれいに洗って干すようにしてください。その砥石の洗い方っていうのはもう水洗いでいいです。もうこの砥石の側面についた汚れだけをもう手で取って、でその後ちょっと斜めに立てかけて乾燥させるようにすれば大丈夫です。で使う時はその10分前ぐらいですね。で吸水させてから使うようにしてください。で使い終わったらまた干すっていうその繰り返しがおすすめです。はい、なのでなんでつけっぱなしがダメかっていうと、つけっぱなししとくと砥石が変形したりする可能性があるんですね。変形する可能性もあるし、カビやすくなるんですよ。だからそれって嫌ですよね。だから乾燥させるっていうのは大事になってきます。だからこれっていうのは覚えておくようにしてください。では次の質問いきます。面直しをするタイミングはどのタイミングですかってことに関してなんですけど、面直しのするタイミングっていうのは基本的に僕がおすすめするタイミングっていうのは研ぎ終わった後もすぐです。でその後使い始める時にもう平らな状態で気持ちよくスタートさせるために、使い終わったら研ぎ終わったら面直しをして平らにするってことをお勧めします。ただこのタイミングっていうのは自分の好みでいいです。それも逆でもいいです。例えば研ぎ始める時に面直しからスタートする場合っていうのは研ぎ終わりにやる必要ないですし、それは自分で決めてください。ただ大事なのは毎回やるってことは大事です。その都度ですね。どっかのタイミングで。例えばこれがたまにしかやらない、もう例えば10回の研ぎ中1回しか面直ししないとかだったら、その1回の面直しってすごい苦労するんですね。もう全然平らにならないんですよ。だからその毎回面直しをするっていう習慣っていうのは必要になってきます。はい、そして面直しのやり方とか面直しのちょっと注意点っていうのもあって、やり方に関しては結構詳しい動画を上げたのでそちらご覧いただきたいんですけど、一応注意点っていうのが、面直しはそのままもうこするだけです。でその後この砥石の角あるじゃないですか。この縁とかこの角ですね、とんがってるこの結構危ないんですよ。最後この面直しでちょっと面取りしてほしいんですね。こういう感じで。でこの角の部分もこの面直しでこういう感じで丸く削ってほしいんですよ。こういう四つ角を。でこの縁も全部こういう感じで研いであげて面取りしてあげてほしいんですね。その理由っていうのはシンプルに危ないからです。研いでる時も
こうやって研いでて、ここがもしその角に当たったら本当にこの砥石の角で切れるんですね。だから危なくないようにするためにも、この最後面直しとすると同時にこの面取りですね、この縁の面取りっていうのもしてあげるようにしてください。はい。ということで、よくある質問っていうのはこんな感じですね。もし他にもなんかここが分かりませんとか、もっとここを疑問に思いましたとかってあれば、またコメント欄でいただけると返信しますのでお待ちしております。はい。ということでいかがだったでしょうか。どうですかね。研ぎって意外と簡単じゃないですか。本当にもう、前後運動だけなので、ちょっとだけ角度の技術は必要になってくるんですけど、実際にやってみると、ちょっと知ってみると簡単じゃないですか。そのくらい研ぎって意外と簡単だったりするんですよ。もちろん奥深くてもっと極めるようになったらもっと難しいもの、包丁も種類がいろいろあって、いろんなその種類によって全然研ぎ方とか研ぐコツっていうのは変わってくるんですけど、基本的な研ぎっていうのは思ってたより簡単だと思います。実際僕が本当にそう思ったので、思ったよりできるなと思ったので、なのでこの動画をきっかけに実際研ぎ始めてみたりとか、今まで分からなかった人、なかなか楽しめなかった人も楽しめるんじゃないかなと思います。はい、ということで最後に簡単にまとめると、僕がおすすめしたい、僕がそういったこれから研ぎを始めたい人におすすめする砥石っていうのは両面砥石ですね。こういった中砥石と仕上げ砥石があるような両面砥石をおすすめします。その理由っていうのは、中砥石である程度刃をつけて、仕上げ砥石でよりいい切れ味をつけるために必要なので、こういった両面砥石っていうのをおすすめします。で、研ぐための準備っていうのはある程度砥石台だったりとか、こういった水だったりとか布巾だったりとか、最後の春分だったりとかで、研ぐ時のコツもちょっと手前を上げてあげるとかで、動かし方とか包丁の持ち方とか一個一個ポイントがあるので、そういったことを一個一個丁寧にやっていきながら研ぐと絶対にいい刃っていうのはつくので、実際にやってみてください。そして最後にこの包丁の保管場所とかですね、これ気になる方いると思うんですよ。これ前回の動画で収納場所についてかなり詳しい動画を上げたので、よかったら見ていただきたいんですけど、もう今すぐ言うと、水気の飛ばない場所だったら大丈夫です。もしこういった引き出しの下とかに包丁を置くようなスペースがあるんだったらそこで大丈夫です。で、1個だけ注意しなきゃいけないのが、その触れているものですね。もし包丁を置くところに金属があったら、例えばこういった金属同士が触れてたら、そのもらい錆といって鉄同士が重なってたら錆びやすくなるんですよ。だから触れているもの、しまう場所にもその何に触れてるかによって錆びやすくなったりとか、そういったことが起こってしまうので、そういったその2つですね、水気の飛ぶような場所と、何に触れてるかっていうのは注意するようにしてください。はい、ということで今回の動画は終わろうと思うんですけど、本当に僕の思いっていうのが、より切れ味のいい包丁っていうのを皆さんに味わってほしいんですね。で、研ぎの楽しさだったりとか、実際にその自分で研いだ包丁で研ぐことの、それを使って料理をすることの楽しさっていうのを伝えたいんですね。本当に楽しくなるんですよ。僕それで今本当に幸せなので、その楽しさだったり実際に料理した後のその美味しさっていうのを皆さんにも知ってほしいので、これからも発信していきます。で、最後にご報告なんですけど、研ぎサービスを始めます。その研ぎサービスっていうのは、実際に包丁を送っていただいたら僕が実際に研いでまたすぐ送り返します。っていうのは、やっぱり切れ味のいい包丁を使いたいけど自分で研ぐのがやっぱり面倒だなとか、時間がないから研いでほしいっていう人結構やっぱり多いんですね。で、実際そういう声も多いので、そういった方たちに向けて実際にサービスを始めていくので、もし興味ある方ですね、実際に僕の包丁を研いでほしいとか、そういった方がいれば僕にメールですね、 DM とかインスタの DM とか何でもいいんですけど、連絡手段とか下に書いておくので、連絡くれたらどういう風にやり取りするのか、どういう流れで納期がどのくらいで価格帯はいくらぐらいなのかってことを相談しますので、いつでも連絡お待ちしております。で、一応郵送でのサービスももちろんするんですけど、出張研ぎみたいな感じで実際にその場に行って僕が研ぐサービスっていうこともできるので、もしそういったことがあればそちらも相談していただけたらと思います。そちらも対応しますので、実際にその場で相手の目の前とかで研ぐことによって教えながらもできるし、絶対に研ぎの技術っていうのは上がると思うので、そういったサービスもしていこうと思ってます。はい、なので興味ある方ですね、いつでもご連絡お待ちしてます。はい、では終わります。ありがとうございました。もし今回のように包丁に関する疑問とかご質問あればコメント欄でお待ちしてます。そして今回の動画が少しでもいいなと思っていただけたら、ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。